AMG のハンドル大好きだわ。F1 のペトロナスチームと共同開発しているもの、内臓をこうえぐられるみたいな感じの、うわトリュック。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日はこちらメルセデス AMG の GT63SE パフォーマンス一般道市場をお届けしていきたいと思います。プラグインハイブリッドです。それが AMG GT です。さあどんな走りになるのか、もう本当にって感じなので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。車買ったら自宅で簡単コーティング、シラザン50。さあ試乗行きたいと思います。聞こえました？今ドクってね、鼓動みたいな音がするんですけれども、そうこちらはですね E パフォーマンスということでプラグインハイブリッドの AMG GT となります。非常に楽しみです。行きましょう。今ねちょっとね箱根のお山に向かってこう途半を走っているわけですよ。坂道を登ってるわけですよ。でこのリアクスルステアリングが入っているので、フォーマティックプラスですし、もうねちょっと油断してハンドル切りすぎると思った以上にコーナーの先にもう反対車線に出ちゃうんじゃないかっていうぐらいグイッとハンドルが切れます。しかも持ち重りはしないんですけれどもどっしり感はあるので、このハンドルもすごい気持ちよくてしっかりとね打を切っていけるんですよね。この感じ、もう私がその AMG が大好きなところが全てここに入っているんですが、もう AMG モデルの中でも 63S ですし、また E パフォーマンスっていうこともありまして、この制御がものすごいはっきりと効きますね。なので今までのその AMG モデルよりもさらにコーナーの先にこうグイッと鼻先が向いていく感じがします。ですから本当にこれレースでは直線も走りますから、その直進安定性も大事ですし、コーナリングも大事なんですけれども、あまりに過敏すぎるとですよ、それこそスピン挙動につながってしまうわけですよね。こういうところのバランスがめちゃくちゃいいんですが、一般道で油断してると本当エアロもいいですし、この鼻先がすごくねグイって向いてしまうので、もうねびっくりするほどこんな図体をしていて、こんな高級車なのにものすごいねクイックです。びっくりしちゃうぐらいクイック。そしてこのですねモーターのね押し出しが結構すごくて、今もうほとんどこうねエンジンかかってないんじゃないかなぐらいの感じで、すごいモーターのアシストを感じるんですけれども、このモーターのアシストがすんごい豊かで、めちゃくちゃグイグイ坂道を押し出してくれる。かつさっき言ったこのハンドリングと相まってちょっとね速度をオーバースピード気味に入っちゃってもちゃんと鼻先曲げてくれるんですけど、今度曲がろうとすると曲がりすぎちゃうみたいな不思議な状態になるぐらいちょっとね独特のハンドリングをしてますね。こう本当にこうレーシングカーベースなんだなっていうことをすごく感じさせます。だから普通のスピードだとね、今途半ですから、普通のこう前にね普通にパストがいて全然普通に法定速度内でこのお山走ってるんですけれども、油断すると本当に煽り運転みたいになっちゃうし、グイーってコーナー曲がっていってくれるので、下手するとコーナーの外に鼻が向いちゃってガードレールに衝突しちゃうんじゃないかなっていうぐらい、ほんの少しの打角でバンと曲がっていきます。これはすごい、本当にレーシングカーだ。なのに何ですかこのサスペンションの感じ、ちょっと他の AMG とまた違いますね。やっぱり AMG GT ってちょっと違いますね。高出力でこの電力の出し入れをすることにすごく特化したバッテリーを選んでいるんだそうです。ですから貯めて走るというよりはこうパフォーマンスを瞬発的に出すみたいなね、こうレーシングハイブリッドのようなこうバッテリーを搭載しているというところも特徴的なんだそうですけれども、ここもですね本当に乗り出しわーって声が出ちゃうぐらいすごい圧倒的なトルクが出るんですよね。1400ニュートンメーターですからね。でなんですけれども、やっぱりこの堅牢なボディとエアロ形状のおかげでノーズがリフトするような感じは全くないんですよ。すんごいフラットにパッと吸い付くようにこう加速をしていくというところ。そうだからさっきのハンドリングもそうなんですけれども、こ
エアロがすごい整流が上手なので、ハンドリを切っていった時に、もちろんこの四輪ソーダの技術とフォーマティックももちろんそうなんですけれども、それとエアロが相まって、こう鼻がね、こう路面に、そう、ドラッグっていうんですかね、その吸い付く感じっていうのをしっかりと演出していて、これが割とシティスピードでも効いているような感じがするので、高速になったらなおのこと吸い付く感じになるんでしょうね。そしてこの AMG のですね、太めのステアリングと、ここにバックスキンが巻かれているので、グリップも非常にいいですから、このちょっとのソーダでぐいっと角を曲がっていってくれるっていうですね、気持ちいいなこれ本当に。絶妙のこの手応え。AMG のハンドル大好きだわ本当に。さらにこの E パフォーマンスっていうですね、電気のね、パフォーマンスを経たことによって制御っていうのが瞬発的に行われているよということと、さらにですね、ちょっとこう電力のね滑らかさというかね、そういうのも感じて、あとやっぱりね、こう前後の重量バランスとかもすごいいいんでしょうね。ただ最近ですね、ベントレーとかでもね、コンチネンタル GT でプラグインハイブリッドモデルが出てきまして、これだとですね、EV 走行域も結構長めではあるんですけれども、100キロ近く走ったんじゃないかなと思いますけれども、この AMG GT に関しては、そんなに EV 走行域はないです。12キロ。ですから、逆に言うとですね、せっかく搭載されているこの4リッターの V8 エンジンをしっかりと味わえるということにもなっています。で、本当にアシストに徹していると思った方がいいのかなっていう感じもしますけれども、またこの V8 がですよ、ものすごい静粛性高いんですよ。ものすごく静粛性が高いので、いつかかったのかもうわからないぐらいの、ものすごいジェントルなエンジンになっているっていうのもちょっと驚きです。ちなみにこの交流同期モーターなんですけれども、こちらはリアアクセルに搭載されています。電気式の LSD とともに2足のギアにくっついている、2足のトランスミッションにくっついているというコンパクトなものでして、でこれがですね、しっかりとこうリアをね直接駆動させるということもありまして、めちゃくちゃ瞬発的にこうトルクが生まれるというところがメリットなんですね。でその押し出しというのはやっぱりね、加速の初期からすごい感じて、本当にいいとこ取り。V8 のエンジンのすごく伸びやかなところと、それから電気のモーターの瞬発的な押し出し感のおかげで、胸のすくようなというか、ハッとするような加速がね、しっかり下から生まれるんですけれども、その後滑らかに V8 の4リッターエンジンが繋いでいくといったような、すごい最高のコンビネーションになってます。で、このバッテリーこそがですね、F1 テクノロジーチームと共同開発しているものになっていて、F1 テクノロジーがですね、しっかりとこう搭載されてるんですね。で、さっき言ったそのバッテリーのですね、電気が瞬発的に出し入れできるようなものになっているっていうのは F1 で鍛えてるからっていうことなんですよね。なので、いわゆるそのバッテリーの中でも、蓄電するタイプのバッテリーではないよと。だから考え方が、ちょっとさっき、例に出したベントレーのコンチネンタル GT とはちょっと違って、よりパフォーマンスに振った、F1 テクノロジーのね、バッテリーが搭載されていると。で、これがやっぱ面白いところで、今ね、プラグインハイブリッドって、いろんなモデルにも搭載されてますし、メルセデスの中でも航続距離、重視のプラグインハイブリッドもありますが、やはりですね、こういうその AMG GT に搭載される、F1 由来のものもあるんやでっていうのが、すごくそのパワートレーンのバリエーションっていう意味でユニークネスに溢れてるなと思いますし、そんなものまで作ってくれるんですかっていうね、このテクノロジーを享受できる時代にいるっていうことが、メカ好きとして心にグッとくるポイントでもあるんですよね。走っていて、そのリアのスリップ量が大きくなると、その駆動がその前にも自動的に分配されるようになってます。で、ここもそのトラクションという意味で、非常に高いパフォーマンスを出すということがなされている。ここもですね、モータースポーツ由来というところにも関わってくる部分ですよね。さあ、そしてですね、やはりそのこういうね、スポーツモデル、パフォーマンスモデルに関しまして、やはりね、こういったパフォーマンスモデルに関しまして、バッテリーが搭載されている、そしてですね、さっきの F1 由来のね、熱エネルギーの出し入れが、非常に瞬発的に行われるということがあると、そのバッテリーの発熱ということが心配になってくると思います。
で、このバッテリーの冷却も実はですね、直接冷却方式というですね、ものを使ってます。バッテリーセルが非常に薄型なものが560個搭載されているというのが、こちらの車の特徴なんですけれども、この560個をクールスーツみたいに、非電動性の液体を使って直接冷やしてるんですって。循環させて。で、それによって、だいたい45度ぐらいをですね、常にキープするようになっていると。だから、高速でエネルギーの出し入れをしたと言っても、その熱によってのロス、熱だれっていうことがね、起こらないようにされているというところも、これもモータースポーツ由来のマネジメントなんだそうです。まあそりゃそうですよね。だってバッテリーがね F1 由来ですから、その F1 でねあんな大きなエネルギーで、まあすごい速度で走るっていうことを考えると、しかもねすごい速度で走るってことはすごいブレーキを踏んでるってことでもありますから、そこの熱損失が起こらないようにされているということが、まあ、熱損失というかね、熱でこうバッテリーが垂れないようにされているっていうところが、またやっぱりこう F1 テクノロジーでもあって、この冷却方式というものがあるがゆえにですね、まあ、非常に、まあ、どのシーンでもですね、まあ、一般走行シーンではもうほとんど影響ないのかなと思いますけれども、まあ、暑いところで走ったりもしますので、まあ、そういったところも安心だよという技術が使われています。まあ、っていうですね、その圧倒的なそのテクノロジーであったりとか、あとやっぱりね、こう AMG ですので、それこそ四輪走だとか、アクティブコントロールね、サスペンション、こちらの方もですね、合わさっているんですが、そう、さっきね、ちょっと言いかけましたけど、こんなにパフォーマンス高くて、こんなにアジャイルで、結構ね、しっかりとクイックなレーシングフィールを持ってるんですけれども、そう、サスペンションが、ものすごく当たりがいいんですよ。あんまりガチガチしすぎないで、すごく滑らかなんです。なんならちょっとロールも感じるぐらいなんですよね。で、あと、圧倒的に静かっていうのがあります。まあ、これは、私は、ミシュランのファンなので、ミシュランのこのパイロットスポーツ 4S っていうタイヤの能力も多分にあるとは思いますけれども、まあ、それ以上に、やっぱりこの AMG のアクティブサスが、ものすごく、お行儀がいいですね。本当にここはAMG GT というその AMG という先入観を、いやむしろこれね GLE の63とかの方が足結構硬かったかなって思うぐらい、この AMG GT は今、まあ、ノーマルモードで乗ってますけれども、ものすごい足がコンフォートに感じます。すごいしなやかに感じます。で、まあ、もちろんその、まあ、前後異形のね大きいタイヤを履いているっていうこともありますので、グリップ感とか転がり感っていうのは感じますけれども、その先にですね、ハンドルを切っていった時とかのすごくこう柔らかい当たりの感じっていうのが、いやこれ本当に GT でこんなに足滑らかでいいのって思うぐらい、ものすごいアクティブなんですよ。なんか本当にその4輪全てでこう路面の違う状況をしっかり捉えている感じがあって、それがまたバラバラではなくてものすごく整っている、ね、挙動全体をしっかりと支えているっていう感じもあって、こう AMG ってやっぱりねその足硬い、ね、締まっている、まあ、それが味でもあるんですけれども、そういうイメージがあるんですが、いやこれね4ドアのラグジュアリーなセダンとしても味として成功してるんじゃないかなと思うぐらい、結構ね箱根って割と道パコパコだったりするんですけれども、そういうのをあんまり感じさせないぐらいですね、下からの当たりが本当にジェントルですね。ここもびっくりしちゃいます。で右へ左へ切っていった時にこう本当にこう滑らかにですね、この路面をねフラットに捉えてくれているっていうところもあって、キャビンがね本当にね揺れない、これはちょっと気持ちいいですし、また底付き感もあんまりないですね。せっかくなので S にしましょうよ。スポーツにね、スポーツにしましょう。もう V8 サウンドがウィーン言うてますよ。すごい下からのこの音、こうなるとしっかり V8 サウンドが効くんですね。しかも割とブレーキとかもこう回生もねググーって効くような感じになって、いいわー。もうこの AMG の V8 って本当にたまらないですね。こううわーってこう心のこうお腹の中からこう手入れてこうお腹の内臓をこうえぐられるみたいな感じのぐわっとしたサウンドが効いてくるんですよ。でこの背中まで響くようなねこう深いサウンドが、しかもものすごくカバーされて優しく耳に入ってくるので下品じゃないっていう。
こがもうラグジュアリーのね真髄で、AMG っていう車はハイパフォーマンスであると同時にもう最もラグジュアリーな車でもありますから、ここが本当にねこういうお作法がねうまいですね本当に。しかも踏んだら踏んだだけギュイーンと出るわ。デフォルトだとコンフォートのモードに入っているので、ちょっと AMG というよりは、いいメルセデスのモデルみたいな感じの性格が強く出ちゃうんですけれども、スポーツからこそがもう AMG ですね。いやこれは気持ちいい。なんか今ブルッとしちゃった。すっごい気持ちいいです。でさらにこの上に今もうすでにゴイーンってなりましたけれども、 S プラスにしてみました。今ブリッピングしましたね勝手に。なんこれ。トルクモーターのトルクも気持ちいいけど、この V8 のトルクも気持ちいいですね。このツインスクロールターボも AMG のセオリーに沿って作られていて、ちょっとややこしいんですけど、ツインスクロールのターボが2つ搭載されているっていうね。なので下からものすごくシームレスにゴンと押し上げてきます。でこれももうターボというよりは大容量の NA に乗ってるみたいな感じで、ターボラグがあるとかそんな感じじゃないですね。もう踏み始めからナチュラルにゆっくりとターボがもうパワフルにドカーンって効いてくるんですけど、ドッカンターボじゃないで、そのターボの効いてきたところからトルクが生まれて扱えなくなるみたいな感じは一切なくて、もう効いてます、もう効いてます、もう効いてて、柔らかくパワフルにだんだん大きくなりながら効いていくみたいな感じがあって、ちょっと気持ちいい。音も気持ちいいしねえ、ちょっと待ってください。これはね市場では全部味わってほしいです。プラグインハイブリッドというキャラクターの局面が大きいですし、モーターで走り始める時の気持ちよさっていうのがまた無音のねスルンと滑り出すような感じでもあって、ここがすごく気持ちいいがゆえに、下手するとこれだけで市場が終わってしまう人がいるかもしれないんですけれども、この先の S プラスまでが AMG GT63SE パフォーマンスの実力、当たり前なんですけれども、これね所有すると速攻モードっていじらなくなってくるじゃないですか。でもこれは正直コンフォート、あと EV モードもあるんですよね。さらに上あった。プロだ。そうだ、忘れてた。プロすごいな。プロすごいな。プロはもうちょっとよくわかんないですよ。燃料消費モードです。もう足もガッチガチになるし、なんか音もすごいし。でもこれ多分ねアクティブサスがすごい性能いいんだと思うんですけど、ガチガチなのに腰に来ない。ちゃんとインフォメーション取ってるのにブルブルしない。本当にうまいな。これ合成もありますね。ボディの合成が、あと下の整流もあるか、エアロのですね下部の整流もあるんじゃないかなと思います。これあんまりなんか書かれてなかったですけど、ものすごい吸い付く感じになりますね。だからちょっと速度を上げていくと法定速度内でもシュッてエアロが効いてきた瞬間を感じる部分があるので、これがプロだとその到達速度が速いので、ものすごくですねそのパッケージの恩恵っていうのを感じるようになります。そしてものすごいマッピングがローギアになるので、音もそれからサスも固まって全体的にレーシングカーみたいになるんですけど、かといってバタバタ全然しないんですね。大人すぎる。これはちょっとリッチな感覚ですね。またブリッピングを勝手にしてくれました。そしてもうこれでもう4速入ってるのか。今3速に落ちましたけれども、さっきで4速だったのか。4速でもこのトルクが出るのか。いやでも S プラスでも今ちょっとさりげなく S プラスに戻しましたが、ちょっとプロがねあまりにもちょっとね振動が出るのでね、さっきも言いましたけど箱根はちょっと道が悪いのでね、今ちょっと戻しましたけれども、いやマイルドにしてってもでもいいですよ。で今コンフォートにして、さらにエレクトリックモードにしました。でエレクトリックモードにすると、例えば私もマンションに住んでて、マンションの敷地内の駐車場に止めているので、朝とかね出かけるときやや気を使うんですよね。ちょっと今私スポーツモデルに乗ってるので、
ボンって言っちゃうんですけど、そういうのはお家出るときはこう感じさせないように、社会的合性の高い、言えてない、社会的合性の高いプラグインハイブリッドスポーツモデルとして使えるっていうのも、まあ、大人のスポーツっていう観点いいじゃないですか。でもこれがまたプロにすると全然大人っぽくないんですけどね。しかもね、さらにね、その下になんと C の下に B もあるわけですよね。まあ、B はご存知の通り快晴多めモードです。でさらにこのパドルシフトで快晴量も変えていけるんですよね。だからこれ一粒でどんだけ美味しいんよって考えると、実はこの車3300万なんですけれども、そんなに高くないんじゃないか。いや高いですよ、高いです。非常に高級車ですし、こういうことを言うとまたコメント欄が荒れるんですけど、テクノロジーに対する対価、コストパフォーマンスっていうことを考えると、こんな車が3300万で逆に買えちゃうのっていう風にちょっと思ってしまうかな。なぜならばやっぱり、為替の都合もあるんですけど、日本って今本当に輸入車が高いし、びっくりするようなプライスタグつけてる車もたくさんある中で、意外とそんなに他の車が高くなりすぎてっていう現象はもちろんありますが、意外とそんなにこの車がこの値段でこんなに味がいっぱい変わってみたいなところはちょっとあるかもな。しかも4人乗れるんですよね、この車。だから4ドアだから、こんなお得なパッケージはありますかと。ただし一般道でこの車のパフォーマンスを最大限に発揮することは無理ですっていうぐらいですね。やっぱりね、1400ニュートンメーターって本当すごい数字ですよね。高級セダンのようなスポーツカーとかではなくて、もこの車に関しては完全にスポーツですね。スポーツカーが4人乗れるみたいな感じね。最近 AMG もどんどんお行儀が良くなってきて、そのモードを変えない限りは、メルセデス・ベンツ、いいメルセデス・ベンツ、最上級メルセデス・ベンツみたいな感じの性格を持つ AMG モデルも増えましたけれども、さすが GT ですね。GT になってくるとやっぱりプライドとかもね変わってくるんでしょうし、これがベースで GT3 車両になっていくわけですから、その手間のかけ方というか、その心血の注ぎ方がやっぱちょっとレベルが違って、もうしっかりスポーツカーになっているんだけれども、ちゃんと AMG で高級でリッチっていうね、その意味のわからない高次元でのハイブリッド、まさにねプラグインハイブリッドみたいなところをすごく感じてしまって、めちゃくちゃ熱弁しちゃいました。この魅力は私も正直こうとは思ってなかったです。実はサーキットで乗らせていただいたこともあるんですけど、サーキットにするとやっぱスポーツモードで走りますし、もっとねプッシュ方向に走ってしまうので、こんなに一般道でのその乗り心地の良さっていうところ、サーキットって大体路面平滑ですしね、そういうそのコンフォート性とスポーツ性の両立っていうところは目がいかない、目がちょっと届かないところに走行域があるんですけれども、一般道で乗るとこの優れた性能っていうのがさらに際立ちますね。しかも一般道ですらもこのリアアクセルステアリングとかこのフォーマティックっていうのが非常に生活にも優しい装備として効いてくる。だからちょっと切っただけでしっかり曲がってくれるとか、そういう楽な装備になってくるんですよね。ここのブリッピング音が忘れた頃にボンってなるのもまた今日って好きってなっちゃうところ。いやーすごい上手。1走目2走目トップコート、いやー大満足ですね。自分でできるガラスコーティングシラザン50、ダイヤモンドプラスは3層コートです。さあというわけで今日はこちらメルセデス AMG GT63S E パフォーマンスをお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。内外装と使い勝手の方もですね、ぜひご参照いただきたいんですけれども、地を這うような車と言いながらですね、ハンドリング見切りの方も良かったので、皆さんぜひですねタイミングがあれば試乗してみてください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。